ようこそ骨圧鉄道チャンネルへ。時速200キロ以上で走る列車といえば、我が国日本を代表する列車である新幹線が真っ先に出てくるでしょう。ところが世界に目を向けてみると、フランスの TGV、ドイツの ICE、イギリス、フランス、ベルギー間の国際列車ユーロスター、イタリアのフレッチャロッサ、スペインのアベ、中国の高速鉄道や台湾の高速鉄道など、たくさんの高速鉄道が走っています。そして日本のお隣、韓国を走る KTX も世界中でたくさん走っている高速鉄道の一つです。さて今回は日本を代表する高速鉄道新幹線と韓国を代表する高速鉄道 KTX の違いについて解説します。この動画を見ていただくことで新幹線と KTX はどう違うのか詳しくわかるのではないかと思います。それでは本編へどうぞ。新幹線の概要。新幹線は日本の JR グループによって運行されている高速鉄道であり、現在は JR 北海道、JR 東日本、JR 東海、JR 西日本、JR 九州が運行しています。1964年に東海道新幹線が開業したことを皮切りに、2023年現在では専用路線を抱えるフル規格の路線が8路線、改良した在来線に乗り入れるミニ新幹線が2路線あります。ミニ新幹線に分類される山形、秋田以外の各新幹線では、時速260キロ以上の速度で高速運転が可能な設計とされており、東北新幹線を走るはやぶさ、小町は宇都宮、盛岡間で新幹線最速の時速320キロでの走行を実現しています。今後も路線網の拡大は続く予定で、西九州新幹線の博多延伸、北陸新幹線の敦賀、大阪延伸、北海道新幹線の札幌延伸、中央新幹線の開業などが計画にあります。また JR マグレブ方式のリニアモーターカーで建設される JR 東海の中央新幹線が時速500キロ超えでの営業運転を目指しているほか、JR 東日本も時速360キロでの運転を視野に入れたさらなる高速運転を行うための研究を続けています。KTX の概要。一方の KTX は韓国を走る高速鉄道で、主にコレイルによって運行されています。現在はソウル市内とプサンを結ぶキョンブ高速線と、キョンブ高速線のオソン駅から分岐して南西部の都市、モクポを結ぶホナム高速線の2路線を基幹に5路線が展開されており、ソウル、プサン間のキョンブ線系統、ソウル、チンジュ間のキョンジョン線系統、ソウル、ポハン間のトンヘ線系統、43、モクポ間のホナム線系統、43、ヨスエキスポ間のチョルラ線系統があり、このほかピョンチャン経由でソウル、カンヌン、トンヘ間を結ぶカンヌン線、チョンニャンにアンドン間のチュンアン線があり、この2系統は高速走行に対応した在来線扱いの路線を走行します。営業最高速度はキョンブ高速線を走る列車が最速で、時速305キロとなっています。新幹線と KTX は何が違うの？さて日本の新幹線と韓国の KTX、東アジアの2カ国を代表するこれらの高速列車はどのように違うのでしょうか？まず、新幹線と KTX の共通点はほぼありません。強いて共通点を何か挙げるとするならば、専用線上で時速250キロ以上の高速運転が可能な設計となっていて、線路幅が同じ 1435mm の標準機を採用していること程度です。また架線からの電源もおおむね共通で、25000V という高電圧の交流電源を使用しています。ただそれ以外に共通点はほぼないと言っても過言ではなく、日本では KTX のことを比喩的に韓国の新幹線や韓国新幹線などと呼ぶ向きもありますが、ウプ主は KTX のことを新幹線と表現する向きは良くないと考えており、本国で使用されている名称を尊重し KTX と呼ぶのが良いと考えています。
さてここから新幹線と KTX の違いで目立つものをいくつか挙げます。まず開発背景ですが、そもそもこれ自体が新幹線とは大幅に異なっています。日本の新幹線は1964年登場の初代車両0系から独自に車両開発しており、路線や信号システムなども東海道新幹線の開業以来、日本独自のシステムで建設されています。一方、KTX は建設にあたりフランス TGV の技術を採用しており、最初に導入された車両も TGV の車両構造をベースにしています。少し余談にはなりますが、KTX の建設に関しては1992年1月に入札が始まりました。車両、架線、信号システムの国際入札には日本の企業連合とドイツ、フランスの3カ国が入札しています。日本からは車両メーカーや商社が手を組んで入札に参加し、車両は当時の東海道、山陽新幹線の最新型車両300系を韓国仕様に改良したものを売り込もうとしていました。しかしこの入札時に欧州勢からネガキャンが実施され、新幹線は坂に弱い、建設費が高い、などと言われました。300系自体も車両故障や主電動機の固定ボルト切損、パンタグラフの取り付けボルトの落下をはじめとしたトラブルが続き、技術移転を前提とした契約などの理由、現地の反日感情など様々な問題で新幹線の韓国輸出は頓挫しています。最終的に韓国政府はフランスの TGV 方式を採用し、TGV をベースとした技術で建設することになったのです。TGV 方式を採用したことで、車両自体の動かし方も日本の新幹線と異なる方式になりました。新幹線が採用している動力方式は動力分散方式、いわゆる電車方式と呼ばれる方式で、複数の車両にモーターがついている動力方式となっています。一方で KTX が採用している方式は動力集中方式と呼ばれる方式となっています。この方式は動力車となる機関車をそれぞれの進行方向の先頭、または機関車を両端の先頭に連結し、乗客が乗る客車は機関車によって牽引される方式となっています。この背景として新幹線の場合は、地盤の問題と勾配や曲線が多いという事情を鑑みて、軽量化がしやすい動力分散方式を採用した過去があります。また蒸気機関車主体だった国鉄の動力近代化計画も、主要都市間を結ぶ特急列車は主に電車方式となっており、動力近代化計画の集大成とも取れる存在となっています。一方で KTX の場合は開業当初に製造された10万系が TGV の車両をベースとした車両とされたこともあり、動力集中方式の列車としてスタートしています。10万系以外の KTX 車両は韓国で独自に開発されており、KTX サンチョンと称される11万系と14万系、KTX ユムと称される15万系が現在運用されていますが、サンチョンは10万系と同様の動力集中方式となっているのに対し、最新型車両のユムは新幹線と同じ動力分散方式となっています。都心部への乗り入れ方式も異なります。新幹線の場合は新幹線専用の線路を使って都心の拠点駅へ直接乗り入れています。一方の KTX は都心部への乗り入れにあたっては、キョンブ高速線のプサン駅などのように専用線で直接乗り入れている場合もありますが、ソウル都心部で在来線のソウル駅やヨンサン駅、チュンニャンニ駅などの拠点駅へ乗り入れるなど、在来線経由で乗り入れるケースが多々あります。これを可能にしている事柄は、在来線の線路幅と架線に流れる電源の方式です。日本の JR 在来線の場合は線路幅 1067mm が標準とされているほか、架線の電源も直流電化路線の場合は直流線 500V です。交流電化路線の場合は交流2万 V となっていますが、新幹線の場合は全線で交流電源の2万 5000V となっており電圧が異なります。一方で韓国の場合は KTX、在来線ともに 1435mm の線路幅を採用し、架線電圧も交流2万 5000V が標準と共通になっています。特に線路幅が共通というのがかなり大きく、
また架線の電源も在来線 KTX どもに共通であるため、 KTX の列車が在来線に直通することも容易になっています。なお車両に必要な設備を搭載することで、線路幅さえ問題がなければ電源方式が違う路線への直通は可能で、ヨーロッパでは高速鉄道車両が複数電源に対応している事例も多々あります。一方、ミニ新幹線方式で新幹線と在来線の直通運転を実現した山形・秋田の各新幹線については、新幹線の直通に際してルートとなる奥羽本線の一部区間や田沢湖線で運休を伴う線路幅の変更工事が大規模に行われています。ちなみにキョンブ間に関してはソウル・プサン間の区間で全てを高速新線にする計画もあったようなのですが、アジア通貨危機などによる不況などもあってか、結局最終的にソウル駅から 17km ほどの区間、クアンミョン駅の手前 5km 弱ほどまでの区間は在来線と共用しています。なお余談にはなりますが、 KTX では3チョン編成を中心として人為的ミスが原因による事故が多く発生しています。しかしこれらの事故もキョンブ高速線などの専用線での事故はほぼなく、在来線区間での事故が多発しているのが現状となっています。ただ専用線区間で人為的ミス原因の大事故を起こしていないわけではなく、2011年にはキョンブ高速線のクアンミョン駅で脱線事故が起きているほか、日本の新幹線も人為的ミス原因で大事故寸前に至った事例が何件かあり、直近では2017年にのぞみ34号での運用時に発覚したN700 系 JR 西日本所属派系5編成の4号車で発生した台車亀裂事件などの重大インシデントなどがあります。なのでこれに関しては一概にどちらが優秀、どちらが劣っているみたいなことは言えないのではないかと考えており、むしろどちらも高速での走行を安全確実に行おうと努力しているのではと見た方が良いと考えています。運行方式などのソフト面も見てみましょう。運行事業者についてですが、日本の場合は基本的に設備を管理している JR 各社がそのまま一体的に新幹線を運行しています。設備自体の保有者が鉄道建設・運輸施設整備支援機構など他事業者である場合もありますが、その場合も運行に関する扱いはほぼ変わりません。一方で韓国の場合はコレイルが運行などを担う KTX の他に、一部では SR という他の事業者が運行する列車が専用路線に乗り入れます。SR が運営する高速鉄道列車は SRT と呼ばれ、ソウル南部のカンナム区にあるスソ駅からスソピョンテク高速線という路線を経由して、ソウル都市圏が属するキョンギド南部のピョンテクから KTX の専用線に乗り入れ、プサンやモクポまでを結ぶ運行を基本としています。運賃方式も新幹線の場合は他の特急列車などと同様、出発地から目的地までの通常乗車券に新幹線用の特急料金が追加される形となっています。一方で KTX は他の韓国国内で運転される無分化号などと同じく、列車種別単体で運賃が決められる方式となっています。運賃は KTX の場合ソウル・プサン間の約 450km を一般指定席利用にて約6万ウォンとされています。これは同等営業距離となる東京・米原間の東海道新幹線で普通車指定席を利用した場合の合計金額12,830円より為替レートを考慮しても格段に安くなっています。なお参考程度にのぞみ号の普通車指定席利用で東京・名古屋間は1560円、東京・新大阪間は同様の条件で13,870円とされています。また改札方式が異なることも特徴で、新幹線の場合は発着駅の自動改札による改札が主となりますが、KTX の場合は主要駅に自動改札設備等は一切ない場合がほとんどであり、基本的には乗り場か車内で改札を行う方式となっています。使用される車両の車内についても見てみましょう。車内の座席も新幹線の場合、普通車は基本的に横5列配置となっていて、
全席進行方向前向きが基本の回転式シートが基本です。また過去にはリクライニングしない座席もありましたが、現在ではどの座席もリクライニング機構が標準の装備となっています。なお在来線規格の車体幅とされているミニ新幹線直通車両や普通車でも座席幅を拡大した豪華な指定席では横4列配置の座席となっているケースがあります。一方の KTX の場合は車両自体の幅が日本の在来線並みに狭く、そのせいで車内も狭いため横4列配置が基本です。ちなみに韓国の場合 KTX は日本の在来線並みとなる 3000mm 弱程度という車体幅が標準となっているのですが、在来線車両やソウルの地下鉄を走る車両に関しては幅 3120mm から 3200mm 程度の車体幅が標準となっており、日本とは逆転している現象が生じています。さらに初代車両となる10万系はヨーロッパの方式を採用したせいで、当初は回転式の座席を採用されませんでした。10万系の一般車で当初採用された座席は集団見合い式と呼ばれる車両中央に向かって配置され、半数が進行方向逆向きとなる配列の座席とされています。また当初の座席はリクライニング機構もなく、日本人はもちろん韓国現地の人にも比較的不評みたいです。なお居住性の問題が理由となって、後に自国で独自に開発されたサンチョンやユームは新幹線同様、回転式リクライニングシートを採用しています。ただ KTX の座席リクライニング機構については、日本の新幹線より格段にしょぼいらしいです。また建設経緯も若干異なっています。新幹線、特に東海道新幹線の場合は、建設時期が高度経済成長期と重なったこともあって、当時の東海道本線の線路容量逼迫がきっかけでした。電車の本数が増やせない中で輸送量増強のため、東京・大阪間で高速運転が可能な新線が建設されることになり、これが東海道新幹線として開業したのです。一方 KTX の場合も日本の新幹線と同じく、ソウル・プサン間などの都市間輸送において、輸送力増強を目的として建設されていますが、KTX 建設目的の一つには、すでに高速鉄道が走っていた日本やフランスに追いつくという意味合いもあります。その結果 KTX 自体の輸送力は新幹線より小さく、新幹線だと当たり前にできる当日に指定席を取るということが、KTX の場合だと特に休日などを中心として指定席を取ることが難しいという話もあるようです。今まで紹介しましたように、同じ近い地理にあるアジアの高速鉄道でも、日本の新幹線と韓国の KTX とでは大きく違うと言えるでしょう。いかがだったでしょうか？今回の動画をご覧いただいたことによって、日本の高速鉄道、新幹線と韓国の高速鉄道、KTX の違いについて、同じ高速鉄道で同じ東アジアの隣国同士の高速鉄道であるが、共通点は高速走行と線路幅、電源方式以外ほとんどないと言えること。主な違いとしては技術移転の可否や車両の動かし方、都心乗り入れの方式などが挙げられること。また運行方式としても他事業者の乗り入れ有無や運賃、改札の方式などが異なり、接客設備なども大きく異なることなどについて知ることができたのではと思います。この動画が参考になったと思った方は、ぜひ評価ボタン、コメントをお願いします。また、チャンネル登録についてもぜひお願いします。それでは、ご視聴ありがとうございました。